皆さんこんにちは、よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。第2回目のポッドキャストを撮りたいと思います。第1回目のポッドキャストには本当にたくさんのコメントといいねをもらいました。もうすごくね、嬉しくて驚いています。はい、と同時にやっぱりこのポッドキャストっていうコンテンツのジャンルは日本語を勉強している人にとってもニーズがあるんだなっていうのを実感しています。これからもいろんなトピックでポッドキャストを配信していこうと思うので応援してもらえると嬉しいです。はい、今日はね、そのポッドキャストが皆さんの日本語学習にどんな効果があるのか、どんな役割があるのかっていうことについて言語化してみたいと思います。言語化っていうのは頭の中にポワーってある、頭の中になんとなくあるアイディアとか考え方っていうのを言葉にするっていうことですね。はい、それでは始めていきましょう。はい、ではこのポッドキャストっていうコンテンツを聞いている人はきっとね、自然な日本語を聞きたい、自然な日本語を喋れるようになりたいって思っている人が多いんじゃないでしょうか。私は今この YouTube で他にもリスニングプラクティスっていうコンテンツを出しています。そちらではスクリプトがちゃんとあって、ゆっくりスクリプトを読んでその中にある表現を説明しています。じゃあこのリスニングプラクティスとか教科書の日本語とこのポッドキャストって何が違うでしょうか。はい、リズムが全然違いますよね。日本語を話すリズムが全然違います。特にこのリズムの中でも3つ今日はお話しします。まず1つ目が音の強弱です。じゃあ例文を使って説明しますね。今日会社でいいことあったんだけど聞いてよっていう文章があったとします。教科書通り発音すると、今日会社でいいことあったんだけど聞いてよになりますよね。これが自然な日本語になると、今日会社でいいことあったんだけど聞いてくれるになります。はい、大きく違うのが分かりますか？このまず音の強弱っていうことについて言うと、もちろん他の言語でもそうだと思うんですけど、全ての言葉を同じ強さで言うことはないですよね。この例文だったら今日会社ではちょっと強くて、いいことあったんだけど聞いてくれるは少し弱め、聞いてくれるはちょっと強いですけど、いいことあったんだけどのところは少し弱いみたいな感じで、結構この文章の中でも強いところと弱いところがあります。これが全ての文章であるので、結構、日本語の初級中級の人にとっては聞き取りづらいですよね。はい、そして2つ目なんですけど、2つ目はフィラーです。フィラーっていうのは例えば、あのとか、とか、なんかとか、こうみたいな感じで、言葉と言葉、文章と文章をつなぐ時の言葉ですね。英語でもあると思うし、きっとね他の言語でもあると思うんですが、
日本語でも本当にねたくさんあります。いつかこのフィラーだけでも動画を作ってみたいと思うんですが、このフィラーを日本人は本当にたくさん使うので、結構聞き取るのが難しくなります。例えばさっきの文章で言うと、さ、今日会社でいいことあったんだけどね、聞いてよ、みたいな感じになります。そう、最初と最後もしくは間にもフィラーっていうのは入ってきます。なのでね、もうどこが文章の始まりでどこが文章の終わりかっていうのがすごく分かりづらくなっています。それぞれ皆さん日本人の持つ癖があって、フィラーをもうすっごく使う人もいれば少ない人もいて、なかなか、これはね、いろんな人と話したりいろんな人の話し方を聞いて慣れていくしかないと思います。3つ目のリズムなんですが、これはリダクションとリンキングです。聞いたことがありますか？リダクションっていうのは言葉と言葉をつなげた時にその音が落ちることですね。音がなくなることです。で、リンキングっていうのが音と音がつながることですね。はい。で、このリダクションとリンキングっていうのは英語でよく起こるっていうふうに言われていますが、日本語でも結構頻繁に起こります。さっきの例文を見てみましょう。今日会社でいいことあったんだけど聞いてよ。この会社でいいことあったんだけどの部分、気づきますか？いいことあったんだけどなんですけど、本当はいいことあったんだけど、いいことあっただけどみたいな感じに発音しています。とあが一緒になってたになって、あったんだけどのんがちょっと消えて、いいことあったんだけどみたいな感じになります。結構口で説明するのが難しくて、もうこういうふうに自然にこう言いやすいように日本人はひっつけたり文章をくっつけたりしていますね。今この3つリズムについて紹介したんですけど、これはね、普段の私のリスニングプラクティスではなかなか聞くことが難しいですね。台本があったり何か教科書を読んだりするような、スタイルではなかなか聞くことが難しいんですよね。でもこのポッドキャストっていうコンテンツに関しては自然な喋り方っていうのを心がけているので、ちょっとゆっくりはもちろん話していますが、リンキングもあったりフィラーも本当にたくさん使っています。音の強弱っていうのも感じることができると思います。これってこのリズムっていうのはさっきも言った通り本当に人によるんです。私は今こういうリズムで話をしていますが、他の日本人の人は他のリズムがあって、そのリズムをたくさん聞いて慣れていくことが大事なんです。なので私のポッドキャストもそうですが、いろんな方のポッドキャストを聞いていくのがとってもおすすめの勉強法になります。今 YouTube 上ではいろんなポッドキャストを配信している人がいるので、簡単にね、皆さんが好きなトピックだったり話し方だったりっていうのを見つけることができると思います。ぜひいろんなポッドキャストを聞いて自然な日本語を勉強してみてはいかがでしょうかいかがでしょうか。はい、今日はそんな感じで、第2回目のポッドキャストを撮ってみました。もしこの動画がいいねと思った方はぜひチャンネル登録をして、あとチャンネル登録ボタンの隣にあるベルのマークを
押していただくと、いつでも私が更新した時にメールで通知が届くようになります。ぜひベルボタンのマークも押して、あといいねも押して、次の更新を待ってもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。